皆様こんにちは、ラムです。今回はチャプター4、39ページの検証まとめ動画になります。このページは、2025年上旬のスタムトンステークス追加更新のこと、昨年12月20日頃に1日だけ機能していたページでした。仕組みをかなりざっくり説明すると、スタムトンステークス上のエイルート関連のページの謎解きを進めると、彼女が笑うまでどれだけかかったと問われるので、メールアドレスとその回答を送ると、返信が返ってくるという仕組みでした。現在は動かないページで、昨年12月のチャンスも逃してしまったので、やるかどうか悩んでいたのですが、今回、2つの検証スプレッドシートへの言及許可をいただきましたので後追いで見ていくことが可能になりました。ウィッチロキシス氏の検証は実際に送られてきた E メールファイル提出を義務付け、イキムベリファイを使い、フォーマットは正しいことを検証しています。メール内の暗号署名と不可能な部分の整合性、および送信元を確認しているので、偽造の可能性を大幅に減らすことができます。そのため、このリストに掲載されたメールは理論上、トビー、ホス氏の使用しているメールサーバーから実際に送信されたものであるという、デマの心配をかなり軽減できます。続いて、フレーミングリリー氏の検証はその網羅性と条件検証がかなりありがたいものです。足りない範囲のメールの報告などを募ることで、反応のあるメールが来る条件のそれぞれの敷地をほぼ割り出すことに成功しています。その結果、何を送ったら何が来るかが一目でわかるスプレッドシートが完成しており、こちらもかなりありがたい検証となっています。つまり、この2つのスプレッドシートを併用することで、99% 確実に実在すると言えるメールの一覧と、それらのメールが来るおそらくの条件を、後発組の我々視点でもかなりの納得度を持って受け入れることが可能になります。紹介することに承諾していただいたルイズゼロキシスさん、フレーミングリリーさんとその検証参加者の方々に心より感謝を申し上げます。それでは早速、フレーミングリリー氏の導き出したカテゴリー別に、メールの内容を見ていきたいと思います。返ってくるメールは大まかに3種類あり、失敗、ユニークな失敗、成功に対列することができます。また、役についてですが、日本語版は、彼女が笑うまでどれだけかかったとありますが、英語原文では、How long did it take her to smile? とあります。ほぼ同じ意味ですが、笑うは英語の意味と比べて少し範囲が広く、スマイルはどちらかというと、笑顔になるが近いかと思います。あははと声を立てて笑うことは、ラフなどになり、スマイルでは表せない意味合いです。故に以降、原文は笑顔として解釈します。まずは失敗メールから、これらのメールの特徴は、条件を満たさなかったという条件ゆえに、比較的安く、正当と思われるメールに入る、この答えとともに、前に進もうという一文が追加されていないことです。1失敗した場合、何らかの文字列を入力して、どのチェックも通らなかった場合、何も書かれていない真っ黒なメールが届きます。当時、エンゼルと打ったら真っ黒なメールが来たが、これは、画面に映る自分の顔イコールプレイヤーイコール停止という説を補強するのではないか、という説があったようですが、どうやらそれ以外の文字列でも大体これが返ってくる、汎用のメールだったようです。2失敗した場合、数字のみ、あなたは67を選んだ。でもそれは、どれくらいの時間という意味ですか？こちらもチェックを通らなかった場合の返答であり、これが返ってくる場合は、彼女が笑うまでどれだけかかったという質問に対し、ただ数字を言い放っただけと質問者に解釈されている場合のようです。3失敗した場合、外れ。あなたは1週間と答えた。どういう意味？この質問に対しての答えにはならないあらゆる秒数、分、時間、期間を入力した場合、どういう意味？と返されます。謎かけに対し、設問側が全然想定してない数字を言われて逆に混乱してる感じで面白いですね。続いて、ユニークな失敗についてです。ユニークな失敗は、正当と思われるメールにつく、この答えとともに、という一文がない上で、答えに対して固有の反応を示すメールとなります。説明されるよりは見た方が早いかと思います。それではどうぞ。4、ノエルって誰？と答えた場合、あなたは、ノエルって誰？と答えた。何ですかこれは？バラエティ番組ですか？おふざけに対してはおふざけで返すということかもしれません。メール原文に、とかは入ってないので、Who is Noel という質問に対しての固有回答のようです。5、1225、または、December、12、25と入力した場合、あなたは1225と答えた。あなたがバットを持っているなら、見たものすべてボールに見えることでしょう。伊勢関連の回答です。まとめシート上でのフレーミングリリー氏のコメントでは、伊勢はこれの答えじゃないよ。旦那、と言われているようだとありましたが、まさにそういうことなのでしょう。バットを持つと、他の者がその狂気を振るうためのものに見える。とするならアンダーテールでいう G ルートのようにも見えてきます。ちなみに、トビー・フォッツ氏が影響を受けたとするゲームの一つに、バットを振り回して様々な敵を打ちのめすという内容のものがありますが、6、笑顔にはならなかった。それは彼女の笑顔ではなかったからだ。と入力した場合、あなたは、笑顔にはならなかった。それは彼女の笑顔ではなかったからだ。と答えた。そこがあなたの間違いです。フレーミングリリー氏のコメントには、これはとても興味深い答えです。彼女がノエルを指すとして、このメールを送ってくる人物は、チャッター4のメアドルートほども、ノエルがすでに自分の意思を失っているということに否定的であると示唆しているのかもしれません。とありました。個人的には衝撃的な話で、エイルとのノエルはほとんどの場面で強い不快感を表明しており、あまりのショックに記憶が曖昧になることも珍しくありませんでした。その彼女が、茨の指輪矯正装着によるトランス状態に入っていてもなお、彼女自身の笑顔を浮かべていたならば、7、非適用と入力した場合、あなたは、非適用と答えた。いいえ、適用されます。ちなみに、ここで言う適用、非適用に関しては、スタムトンステークス内の
お次は、のリンクから飛べるページの内容を指していると思われます。デルタルーンファンの従来の考察通りであれば、敵用とは A ルートであることを示します。そもそもの該当シーンが A ルート限定だったことを鑑みても、この設問の正当は A ルートの文脈である、ということを指し示しているようです。8、先走りすぎ、二度と笑うことはなかった、冷たき水が、空より降り注がん、宇宙の終わりまで、などの特殊なキーワードで発動。あなたは、二度と笑うことはなかった、と答えた。あなたはちょっと気が早い。その状況はもう少し後の話だったり、今回の設問とは関係ないよ、という意味と思われます。冷たき水が、空より降り注がん、という未使用テキスト内の予言にまで反応するのが個人的に驚きでした。9、複数の回答を入れてしまったとき、あなたは11時間もしくは11年と答えた。はっきり決めてください。フレーミングリリースのコメントでは、11時間もしくは11年という入力でしか現状確認できていないが、もしくは、という言葉が入った回答に対して返ってくると思われる、としていました。10、数字関連や友人関連の答えを入力した場合、あなたは、数字に合うまで、と書いた。あら、初見では信じられないような、実中発釣りのように見える回答ですが、クイズゼロキシス試験証済みのリストにあるのでどうやらガチのようです。フレーミングリリー氏もまとめの中で、世界で最も議論を呼んでいる返答、としており、本物と仮定するなら、可愛い答え、友情に関する答え、あるいは数字に関する答え、で届く、としていました。11、11と入力した場合、あなたは11と答えた。他の皆と同じ道を歩いても、ここは通れない。11と入力した場合に返ってくる回答です。今回ご紹介する中では数少ないリーチェロキシスさんの確認が取れていないメールの一つでしたが、複数の報告が確認できたので紹介させていただきました。11時間でも、11年でも、デルタルーンは待っている。という卵部屋のセリフで出てきた、11という数字を入れた場合の反応ですね。このメールが本物の場合、もしかするとエイルートは、辿うべき物語であるデルタルーンの範疇ではないのかも。エイルート、チャプター4終盤のラルセイのセリフも、なんだかそれを裏付ける気がします。そして最後に、現在確認されている成功メールの一覧です。フレーミングリリースのスプレッドシートにて成功とされているメールは、懸命に、Until Next Time、また今度、と書かれていること、そしてメールの最後に、Move forward with this answer、この答えと共に前に進め、という一文がついているのが特徴です。明日、他はともかく、十数年だったり10秒以内だったり、意味ありげな条件で文が変わるのが謎めいています。では、早速見てみましょう。12、12時間以下の時間を答えた場合、懸命、また今度、あなたは、11時間と答えた。つまり、日が沈む前だった。この答えと共に前に進もう。フレーミングリリー氏の解説では、11秒以上で、おそらく12時間以下の時に現れる、とされていました。今、ガチャプター4だとして、その日のうちに、笑顔になる出来事が起きた、という意味でしょうか。13、17時間以上24時間以下の範囲で答えた場合、または、お祭り、5チャプター号、など、チャプター号の時間軸であると答えた場合、懸命、また今度、あなたは、17時間と答えた。なら、次の日に、彼女の笑顔を見るだろう。この答えと共に前に進もう。チャプター後の時間軸が答えである、とした場合に返ってくる内容です。一見、お祭りもあるし、父親も来るし、スージーもいるし、明日になったら笑顔になるだろうという平和っぽい内容にも思えますが、チャプター4の、ありがとう、のページを経由するということは、チャプター4の A ルート語ということになるので、何かしら不穏な気配も感じます。また、もう一点、フレーミングリリー氏の考察として、設問に対し、お祭り、などチャプター後の内容を遅くさせるものを書くと、明日であることを肯定するものが返ってくるので、この設問の中での、今日はチャプター4であるというのがわかる。最低でもそういう風に考える余地がある、とされていました。ここは前提のようでいて、前提であることを確実にするための大事な指摘であると思います。14、何年か以上の期間を入れた場合、懸命、また今度、あなたは、11年、かかったと答えた。なら、それが子供の頃以来の、彼女の初めての笑顔だった。この答えと共に前に進もう。この言葉をそのまま受け取るのであれば、ドエルの N は、表面上笑っていても、防衛的なものだったりして、曇りのない笑顔ではないという意味のように思えます。ドエルもまた、クリスやスージー同様、抑圧されて過ごしてきたのかもしれません。リスの失踪、過保護な面もありながら厳しい母親、そして干渉役であった父の病気と、ストレスがかかっている伏線は多数存在します。15、十数年の範囲を答えた場合、懸命、また今度、あなたは、4992日と答えた。なら、それが彼女が人生で初めて笑顔になった時だった。この答えと共に前に進もう。こちらもその一つ前と同じ意味に思えます。違うのは、子供の頃の笑顔すらも否定している解釈であるということ。彼女が笑うまでどれだけかかったという質問の、笑うの意味を解いてきている気がします。何らかの特筆すべき意味が、どこかのタイミングで起きる、あるいは起きたという意味です。A ルートに絡めて考えるなら、茨の指輪によるトランス状態が何かしら影響しているのかもしれませんし、彼女の心の闇を一気に晴らしてしまうような、大きな出来事はどこかですでに起きたか、これから起きるのかもしれません。一つ思いつくのは、A ルートで唯一、ノエルが通常ルートよりもポジティブになれる点があるとするならば、それは闇の世界と魔法の実在を通常ルートよりも先んじて知ったことであると思います。ノエルは、リセ失踪以降、あのクイーンをして、奇妙で悲しい、と言わしめるほどに、何度も
数えきれないほどリセの名前を検索しています。少なくとも幼少の頃にリッセンバーという単語を見ただけで頭は硬直して何も言えなくなってしまうほどに心を痛めています。そして現在はキャロルとノエルの関係をうまいこと調整していたとぼやいていたルディは闘病生活の身となっており、国を見直すとノエルの父が治ればママと二人きりではなくなるのにという発言にルーディがママはと言いかけていたことから二人だけじゃ寂しいという意味以外にもルーディ夫妻によるノエル視点での辛さを感じさせます。もしかしたらお姉ちゃんを探せる魔法があるかもしれない。もしかしたら回復魔法で父親の病状を回復させることができるかもしれない。その魔法の実在を、闇の世界の実在を確信したならば、それまで彼女の心を締め付けていたものが全てほどけていくかもしれないと悟ったその瞬間の笑顔は今までのどんな笑顔よりもずっと深く本物のものだったのかもしれません。10億過去形で一度も笑わなかったという意味の回答をした場合、件名また今度あなたは一度も笑わなかったと答えた。それはつまり彼女はまだ笑顔になることが可能だという意味ですか。この答えとともに前に進もう。興味深いのは普通一度も笑わなかったと答えるのはエイルトに入ったので笑えなくなったという意味合いになるであろう点です。しかし設問者は彼女はまだ笑顔になることが可能だという意味ですかと問い返します。すでに前提として否定していることを聞いてくるのはやりとりとして意味がわかりません。あなたはエイルトを放棄すればまだ彼女が笑顔になれると思っているのか、心を致命的に壊した自覚がないのかと聞いて罪を糾弾しているのかもしれませんし、あるいは逆に一見意味不明な返しをして考えさせることで笑顔になることが可能であると遠回しに伝えているのかもしれません。17わからないと回答した場合、件名また今度あなたはわからないと答えたならあなたが彼女を笑顔にしたとは思っていないということですか。この答えとともに前に進もう。これも先ほどと同じくどこかプレイヤーを責めているかのような印象を受けます。鵜呑みにするのであれば彼女が笑顔になったのはプレイヤーの行動の結果らしいです。18彼女は時間の感覚を失ったと回答した場合、件名また今度あなたは彼女は時間の感覚を失ったと答えた。わあすごい、オリジナリティを出そうと必死に頑張りましたね。この答えとともに前に進もう。原文を説明するとルックアというは基本的に褒め言葉ですが、皮肉めいた言い方をすれば今の自分を顧みろという意味にも転じます。そこで回答が正しいかどうかではなくオリジナリティを出そうと頑張ったという返し方をしていることで暗に間違っていることが前提の返しになっています。とはいえこの返答自体に少し違和感があるのも拭えません。フレーミングリリーシュもシート上でどういう意味か全くわからない、特に他の失敗レスポンスにもオリジナリティあふれる答えがたくさんある場合はというコメントを残していました。また一応皮肉めいた返しではありますが、この答えとともに先に進もうと続けている点から正しいか間違っているかはさておき、今後その読み方をしながらチャッカー5以降の A ルートを進めても少なくとも楽しめるという意味合いがあるようにも思えます。賞賛っぽい皮肉と見せかけて実は的を得ているがゆえの反応な気もしており、例えばクリス、ノエル、アズゴア、そしてキャロル、岸側の場合は過去にとらわれてきている感じもあるので、もう少し精神的な均衡を失うとそういう側面が今後現れないとも限りません。でも皮肉めいてオリジナルだと言っているということはやっぱり好きなみだとか言葉遊びがお上手ですね、大外れですと言っているかもしれず、実際のところはわかりません。19値がマイナスの数字の場合、件名また今度あなたはマイナス67と答えた。つまり彼女はそれをカウントダウンのように感じた。この答えとともに前に進もう。こちらも残念ながら類似強くシスさんの確認が取れていないものですが、複数ソースありなので紹介いたします。数字がマイナスになるとまるでカウントダウンのように彼女は感じたと返すようです。フレーミングリリーシュの考察でもとても奇妙だ、迫り来る破滅とか恐怖みたいなものを描写してる気がするとある通り、ノエルにとって何か最悪なカウントダウンが進行している気がします。そしてウクルシーが個人的に付け加えるなら彼女が笑うまでどれだけかかったかという設問にマイナスの数字と答えるのはどのような意味かという疑問があります。単位なしのマイナスの数字のため N 国前と読んでみましょう。つまり彼女は N 国前笑ったと答えた場合になるかと思います。これもよくわかりませんね。しかし通常の数字を例えば1日後に笑顔になったとすれば、それまでは笑顔ではなかったが1日後に笑顔になったとなります。だからこれを逆にすれば彼女は N 国前まで笑顔だったとなるのではないでしょうか。彼女は N 国前まで笑顔だった、それ以降は笑っていなかった。つまり言い換えると彼女が笑顔でなくなったとどれだけの時が過ぎた、あるいは彼女が笑顔でなくなるまでどれだけかかったとなるかと思います。どちらであれそれはまさに笑顔が維持できなくなるほどの何かに見舞われるまでのカウントダウンだったことでしょう。恐怖や怒りで笑顔が崩れたか、それとも茨の指輪による作用トランス状態か、それとも10秒未満の回答、あなたは5秒と答えた。つまり彼女の笑みは止まらなかった。この答えとともに前に進もう。これはウプ主の解釈になりますが、エイルとの文脈においてはどこか異常を感じさせる文言だと思います。笑顔が本心かはさておき、この時ノエルは少なくとも笑顔が崩れるような精神状態にはなかったということになるかと思います。これは恐ろしい想像ですが、純粋にこのメールが指し示す現在の時間が本編での該当シーンの場合、ありがとうの時のノエルは笑っていたのかもしれません。20パート2
アンティルシェメイドエイフレンド、友達を作るまで、あなたは友達を作るまでと答えた。つまり、彼女の笑みは止まらなかった。この答えと共に前に進もう。この一文でも、ずっと笑っていた。あるいは、笑顔が止まらなかった。という返答が来るそうです。以下は、フレイミングリリー氏の考察です。しかし、基本的には、友達、特に数字との友情やロマンスを感じさせる回答には、あらあらまあまあ、という回答が来ます。それらと、友達を作るまで、は何が違うのか。そして、この、友達というのは、特定のキャラクターへの言及性はなく、そして複数形でもない。誰か、特定の、この形式では名前を示すことができなかった友達、その状況を引き起こした、最近であった友達、それは、我々かもしれません。以上がチャプター4、3級から出てくるメールのうち、確認できているものの一覧でした。うち18個は技術的に偽造が非常に難しい検証を通っているので、まず間違いなく本物です。ここからはおまけとして、ウク主、ラムの追加の補足や考察を言っていきたいと思います。と言っても騒動からすでに1月経っていますので、必須ネタも多分多いかも。Move forward with this answer 前進。まず、Move forward with this answer について、これは日本語に訳すと、この答えとともに先に進もう、前に進もうという意味になります。前に進むわけです。つまり、前進、そもそもデルタルネ、コム、チャプター4などのページはエイルート、ウェアドルートの話をしていますので、その文脈で進むという単語が出るならば、英語でプロシード、つまりエイルートで魂がいる、前進をもう少し柔らかい口調で言っているのではないでしょうか。もう少し踏み込むと、Move forward with this answer とあるものは、エイルートのシーンを表しているのかも。フレンド、アンティルシェメイドエイフレンド、友達を作るまで、この一文でも、ずっと笑っていた、あるいは、笑顔が止まらなかった、という返答が来るという点について、別の方向性として思いついたのは、フレンドと会うまで、と解釈されるパターンがあったのではないか、という説です。アンティルシェソーハーフレンズビーイングアブルツースマイル、彼女の友達、複数型、が笑顔になれるまで、というのがもう一つ確認されていて、こちらはあら、になるそうです。こちらは複数型ですので、単数型のフレンドと区別されるのではないか、という仮説です。いろいろ見て回った限り、残念ながらフレンド、S が含まれるサンプルがネット上にまだ足りないので、現状では S ともノとも言えなさそうです。エラムにはスマイルが関係しており、ERAM はフレンドと少なくとも攻撃に使う程度には関係があり、ノエルとフレンドにも接点があるので、単語だけ抜き出すとちょっと怪しく感じます。ただこのページの該当シーンがスノーグレーブ発動後前提の話であったり、大文字小文字の区別がないこと、そして特定の友人がそうさせたという意味で考えれば、現状はやはりフレーミングリリー氏の友人、プレイヤーと解釈する方が現状は妥当なように思えます。もう一度このメールイベントが解放されるのを期待したいですね。絶対的な正当はない。これはウプ主の個人的な感触ですが、このページの彼女が笑うまでどれだけかかったという質問は、あなたはチャプター4のエイルートの隠しシーン、ノエルの様子を想像した時の言葉と一ドット以外何もないシーンでのありがとう、どう解釈しましたかという意味合いの質問に思えました。なぜならば、この問題に真剣に回答することは、本質的には、ノエルの精神状態はどの時点でどういうものだったかを考察することに他ならないからです。それは、笑顔の解釈と時期の解釈という2つからなります。まず、その笑顔は彼女のものであったのか、彼女の笑顔は心からの笑顔だったのか、それとも恐怖に歪む笑顔だったのか、そして彼女が笑うまでどれだけかかったか、お引きまたは時間で示すことは、質問の時点をどう解釈するかでも分かれますが、その時、起きているであろうイベントで、彼女は笑ったという風な意味合いになります。震えたセリフのありがとうは、普通の解釈でいけば笑顔である気がしません。なら、その解釈でいけば、その笑みは未来にあるはずです。そうすると、まずは皆でお祭りに行く。明日、心を痛めた彼女が次に笑顔になれる最初のチャンスです。だから、次の日に、彼女の笑顔を見るだろう。大体12時間以内であった場合はどうか、設問時点を、ありがとう、だとして、夕方から、深夜、朝方ぐらいまでと解釈します。エイルとの終わりでは、ノエルがクリスと会うのを楽しみにしていると、キャロルから言づけを受けます。ノエルの親のキャロルがそれを平然と伝えるなら、きっとそれを伝えたノエルの顔は笑顔だったはずです。あるいは、異常な状況にあっても、父親や友達と一緒にお祭りに行くことに、期待を膨らませていたかもしれません。だから、日が沈む前だった。次に、震えたセリフの、ありがとうが本心からの笑顔だった場合の解釈ならば、それは平常な精神状態ではない、異様な多幸感に支配されているはずです。例えば、トランス状態の中で秘めたる衝動を自覚したか、あるいは、魔法が実在することを知り、ブーディの病気を治したり、異性を探せるかもしれない希望が、古代妄想的に膨らんだか、いずれにせよ、震えるほどの笑顔だったとしたならば、それは彼女の人生に深い影を落とした事件と、そのトラウマに何かしらの解決を与えるようなものであったりするはずで、とてもすぐには乾かない感情であるかと思います。だから、彼女の笑みは止まらなかった。一方で、年単位以上の回答は、ありがとう、のシーンではなく、おそらく0歳からカウントしている気がします。十数年の時を選んだ場合は、もしかしたらそれはノエルの現在の年齢で、それが彼女が人生で初めて笑顔になった時だった。しかしノエルは基本的に笑顔なので、それまでが上辺だけの笑顔、その時が本物、という強い断定になります。それは、ありがとう、のセリフの時だとも解釈できますし、あるいはもっと単純に、
コウモリセと再会したりする時など、誰が見ても幸福で、ノエルの人生の闇が晴れる時であるかもしれません。そして、5年以上11年以下の場合の、それが子供の頃以来の、彼女の初めての笑顔だった。これはそのまま、子供の頃以来、子供の頃の年齢足す入力した年数、ということですので、ほとんど先ほどのものと同じ意味です。ただし、子供の頃以来の、彼女の初めての笑顔だった、という回答があるということは、ノエルは子供の頃も心から笑っていたはずなので、前者の、それが彼女が人生で初めて笑顔になった時だった、とした場合のその瞬間は、子供の頃の無垢な笑顔とは比較にならない、相当強い感情で笑っていたのだと思います。だから、彼女の笑みは止まらなかった、の解釈につながります。一度も笑わなかった、に対する、彼女はまだ笑顔になることは可能だという意味ですかと、マイナス数字の、カウントダウンのようだった。あ、不可逆的なもの、あるいは死を想起させる気がします。おそらく A ルートのどこかで彼女は10時の迷路を踏破した後、使われて消える、ということはチャプター3のゲームでは予告されているので、そのシーン以降の話か、あるいは純粋に、茨の指輪をはめられた後も、彼女は自分で笑うことが可能だと思いますかという問い、つまり、最初の設問に戻ります。トビー・フォツ氏の一連のゲーム、アンダーテール、デルタルーン、クは、いずれもプレイヤーとがを問う要素のあるゲームです。善良なプレイングをするならそれ相応の、悪圧なプレイングをすれば、それ相応の結末が待っています。故にいずれのゲームも、罪を犯した人には、その罪の手触りをより深く感じさせたい、という意志を感じます。それは倫理的なストッパーでもあり、善悪双方の体験を強化するリアリティの表現でもあります。アンダーテールでは、罪を犯せばゲーム内の登場人物はプレイヤーを糾弾したり、あるいは全力でプレイヤーに抗うことで彼らの生命をリアルに感じさせました。一方で、今回の設問から感じられるのは、プレイヤーが何をしたのかを自ら深く想像させるという思考です。彼女を幸福にするか、不幸にするか、チャプター5のチャプター4やアンダーテール同様、最後の最後まで、最悪の未来を放棄することは可能かもしれません。チャプター5の A ルートという、彼女の結末を左右する話に進む前に、ノエルという存在について深く考えてから挑んでほしい。もしかしたら、今回の問いには、そういう思いを込められていたのかもしれません。今回は以上になります。ここまでのご視聴ありがとうございました。ここまで個人的な解釈ですので、本当のところはわかりません。視聴者の皆さんがメールについて思うことや、新しい考察があればぜひ教えてください。それではまた次回お会いできれば幸いです。